皆さんおはようございます。藤間です。今回の旅ガチャは岩手、私は今岩手県盛岡市に来ております。今回は地元の人に聞いた盛岡冷麺をひたすら食べまくる旅をしてこようと思います。ちょっと地元の人たちに聞いたのと、視聴者さんインスタの方で質問を募集したらたくさん教えていただいたので、こちらの方今回は美味しい冷麺屋さんをたくさんはしごしていきたいと思います。それでは行きましょう。さてさて、今回の旅の舞台は岩手。岩手と言ったら翔平、小谷さんかな。そんなビッグスターを生み出した岩手といえば、わんこそば、じゃじゃ麺、盛岡冷麺と三大麺の達人が君臨する県だよね。その中でも今回は夏の王様、盛岡冷麺を食べ尽くしちゃおうとやってきたところでございます。盛岡冷麺と言ったら夏の風物詩でもありますが、岩手の人たちは年がら年中盛岡冷麺を食べると聞いて、その冷麺に対する出来合いっぷりを探す旅をしようじゃありませんか。まずはここ、あそこや。駅から目の前の清楼閣さん。盛岡が地元の人から複数人におすすめされていたここを知らなければ盛岡の冷麺を語れないという絶対的登竜門のお店とも言いましょうか。人気なお店なので、お昼時は必ず時間に余裕を持って来てみてね。そして私も待つこと1時間。いよいよ私もこの孫悟空に出てきそうなこの扉をくぐる時がやってまいりました。それでは開けごま。なんと豪華な店内、格式を感じる。高級感が否めませんが、お目当ての冷麺はちょっとだけお財布に優しめ。これは絶対別カレで食べてねって言われてたから、こちらで注文していざご対面です。見てこの芸術的冷麺。スープは汚れなきオフホワイト。そして見るからに麺のコシの強さを感じる。スイカにキュウリにお肉に卵のみという一切無駄のないトッピング。美しい。これは言うならば冷麺のヴィーナス。つべこべ言わずにいただきますね。これは好きです。これは何たってスープが大優勝。冷麺であるあるの酸っぱさは一切感じられない。なんでも私調べによると、牛骨や牛すね肉などを手間をかけてじっくり煮込んでいるため、旨味たっぷりのスープが出来上がってるんだとか。私宮城出身だから結構盛岡冷麺は食べてきたはずだったんだけど、こんなスープはマジで飲んだことない。あと麺もさ、しっかりとしたコシともちもちさが仲良く共存できる世界線があったなんて。コシともちもちって仲良くできるんだね。見た目のチュルンチュルンさからはこの弾力ともちもちさは全然感じられない。そして別からの辛みを足してみます。なんだかあまりに美しすぎるスープだったから、混ぜるのがなんだか罪悪感の気持ちでいっぱいでしたが、これはこれで美味しい。今まで食べたことある冷麺に少し近づいた感じ。
別からの辛みはさほど辛くはないのね。これは好みによっちゃうと思うんだけど、正直私は何も入れない方が好き。だってね、あまりにもこの清楼閣さんのスープが別格だから。これは冷麺という概念がひっくり返る。これはみんなの初めてを奪ってしまう冷麺が美味しいお店でございました。おー、盛岡都会だね。面白そうな居酒屋さんもいっぱいあるな。続いてのお店は駅から徒歩15分、ダイエットがてら歩いて向かいます。そうそう、次のお店は視聴者さんのおすすめで2番目に名前が上がったところ。もちろん岩手の知人からも名前が上がっていたところなんですが、ちなみ視聴者さんのおすすめで一番人気だったところはヒゲというお店。本当はここに行こうと思ってたんだけど、交通公共機関で行くのはちょっと難しそうだったの。ぜひレンタカーを借りる人は行ってみてね。あった、ここや、大道園。ここは創業60年の歴史を誇る昔ながらのお店。清楼閣さんで1時間並んだからだいぶ覚悟をしてたんだけど、お昼時を外したせいかすんなり入れましてですね。先ほどの清楼閣さんとは違う高級感が漂うお店ですが、お店のスタッフさんがとっても優しい。これうわー、美味しそう。これもだ。大道園名物ネギタン塩。これを絶対食べてって言われてたから、これを絶対食べたい。私事ですが、この時声帯炎がまだ完全に治ってなくて、本当は絶対飲んじゃいけないんだけど、このネギタン塩を見たら飲まずにはいられないでしょう。だってね、見て、このコロンとした愛おしいフォルム。横から見てもかわいい、上から見てもかわいい、そしてはち切れんぞとばかりに入った細やかなネギ。これ焼くの見てるだけでめっちゃ飲めるってやつ。これお一人様には嬉しいバラ売りってのがあって、一つから頼めるのね。お腹に調子を聞きながら頼めるっていうのも嬉しいポイント。見てこれ、こんがりお化粧してもかわいいね。いただきます。気になるお味は蒸されたネギがとっても甘い。それにタンの肉汁が絡み合って、もうそれは幸せの味。幸せをかみしめるってこういうことだよね。そして忘れちゃいけません。大道園の冷麺一つとってもこんなにお店ごとに違うんだね。大道園さんのスープは透き通るピリ辛であろう赤茶色。そしてこちらも無駄のないSimple is best のトッピング。ここも私はスープを堪能したかったので別からでいただきます。はい、好きです。スープは前沢牛と厳選された上質の岩手牛の筋と牛骨を使ってるらしくって、それに鶏ガラ、野菜などをじっくり煮込み、油を取り除いてさらに布でこすという丁寧かつ繊細な過程を過ごしたスープたち。このこだわりが上品な旨味を作り出して麺との調和を生み出してるんだとか。なんだろうね、スープの深みってやつ、それがこうなんか言葉にできない。
手練でね、ここの麺は弾力が長けてる。その訳はお客さんに注文されてから手練りで作ってるみたい。だから透明感にあふれた麺が出来上がってるんだね。私は辛いの大好きだから後々辛みを全入れしたんだけど、やや辛めではあるから調整しながら食べてみてね。美味しくて美味しくて言葉にならない、そんなお店でございました。大通り3丁目だ。おー、なんか商店街みたいだね。すごい。飲み屋街なのかな。うわ、焼肉ホルモンこてつめっちゃ並んでる。じゃあ多分そうだよね。うわー、迷うけどな。こっち。さてさて、続いては盛岡の繁華街大通りエリアにあるところ、盛岡冷麺発祥のお店。ここや、食堂園。やっぱり盛岡に来たなら盛岡冷麺発祥のお店も行ってみないとだよね。3、4組待ちだったんだけど、すんなり入れて、この雰囲気昔ながらの食堂っていう感じじゃない？メニューも文字だけのこの感じ、とっても好き。迷わずビールと冷麺を頼みます。キンキンに冷えたビールが神バランスで登場です。そしてなんとこれは馴染みのある冷麺だね。昔ながらの冷麺って感じ。スープが透き通った茶色、そして一定方向に並べられた麺。なんか懐かしい感じだよね。それではいただきます。これは、はい、ただいま。なんていうの、この懐かしい感じ。もちろん食べたことはない味なんだけど、大道園さんも清楼閣さんのスープともまた全然違う。ちょっとスープが甘いっていうのかな。お出汁のスープ飲んでるみたい。お出汁のスープ語彙力なくてごめんね。そして麺は他の店舗に負けじと冷たく締められた弾力が半端なく喉越しが良き。ここの店舗は雰囲気ももちろん味もなんだけど、観光の私からすると一番盛岡に来たなって感じるお店で、長年愛された盛岡の冷麺の秘密を知りたくなったらぜひ訪れてほしいお店でございました。美味しかった。わあ、街が元気だね。人がいっぱい外で飲んでるよ。なんかこういうのいいよね。駅に戻ります。日も暮れて、そろそろ冷麺旅の終わりの時間になってきました。本当三者三様だったんだけど、今まで私が食べてきた冷麺は本当に冷麺だったのかなっていう謎は残りましたね。それほど盛岡の冷麺が本当に美味しかった。きっと1日で冷麺を3つ食べる旅をするっていう人はあんまりいないと思うんだけど、ぜひとも食べ比べしてみてほしい。皆さんも本場の冷麺とやらを堪能しに行く旅をしてみてね。今回も最後まで一緒に旅してくれた視聴者の皆さん、ありがとうございます。次の旅は寝台列車の旅。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。またね。